やってオーファンの攻撃を防いだのだ？さっきのやつだ。どうやって攻撃を防いだ？あれはそんなの知らないわよ。それよりあんたの方こそ何者なの？確か名前は久我夏希だよね。そいつ何なのよ。さっきのやつの仲間なんじゃないの？デュランをあんなものと一緒にするな。それに貴様らには関係ないことだ。なんですって？関係ないって関係なくないわよ。私たち被害者よ。それでも関係のないことだ。いいか、今見たことは全て忘れろ。なんだと？油断した。なんだと？これではまるでくそ、油断した。完全に消え去るまで攻撃しておくべきだったな。ちょっと今の何？やっぱさっきのも全部私がやってたの？今のも？私知らないわよ。ふん。やはりお前たちは今見たことは全て忘れた方がいい。そうよ。どうやって忘れろって言うのよ。忘れると約束しろ。さもなくば撃つぞ。どうなんだ？
ちょっと先生、こんなのすぐに警察に届けたりしないと。お前もだ、マイ。何も見なかったことにして、絶対他言するな。さっきの炎のことも忘れろ。お前の場合は、できることなら今すぐこの学園から去った方がいいかもしれん。なんでよ、バカなこと言わないで。私、今日転校してきたばかりなのよ。関係ない。それに、さっきの炎が何か知ってるんだったら教えてよ。化け物も、あなたのことも。これで最後だ。忘れろ。わかったわよ。私も何も見なかった。これでいいんでしょ？賢明だ。知らないわよ。わけわかんない。一体さっきのでっかい蛇は何だったの？それにあの夏希って子のことも一体何だっていうのよ。自分も化け物連れて。じゃあ私、こっちだから。先生、助けてくれてありがとう。それじゃあ。
高村先生、いかがなさったのですか？あれほどの地震ですから。そうですか。久我さんが。高村先生、先ほど見たことはお忘れください。今はそれが先生のためです。忘れているふりや知らないふりというのは誰にでもできることだと思います。子供ではないのですから。久我さんはあれと戦う手段を持っています。知らなければ知らない方が良いことです。人は己の力を超えたものに関わらない方が幸せでいられるはずです。どうか今日はお帰りください。そしてお忘れください。それが先生のためでもあるのです。お兄ちゃん帰ってたの？もう声かけてよ。お帰りなさいませ、高村様。夕飯も今できたとこだよ。どうしたのお兄ちゃん、なんかすごく怖い顔してるよ。
し、私は慣れてるよ。あ、もしかしてお兄ちゃん怖かったんじゃないの？地震苦手とか。そうなのですか、高村様。食べよう、早く早く。月読みダメだよ。お兄ちゃんにそんな怖い顔したら。にゃ作りました。すべてお嬢様の手作りでございます。それほどでも。どうぞ。ドキドキ。はい。本当？お兄ちゃん。よかったですね、お嬢様。サギーが料理教えてくれたこと内緒だよ。かしこまりました。何にも。何でもありません。お兄ちゃん、いっぱい食べてね。高村様。お兄ちゃんが直立不動で倒れちゃうんだよ。しかも笑顔のままですね。
でください、お嬢様。私が言った通りの調味料以外に何か使われましたか？鷹の爪と豆板醤と。なんでそんな辛いものばかり。あまり辛すぎるとショック死することだってあるんですよ。お兄ちゃん、しっかりして。お食事中、突然倒れられたのでございます。お嬢様が昨晩の夕食の肉じゃがに限界を超えた量の香辛料をお使いになったのです。あの量は下手していたら。ごめんなさい。お兄ちゃん、辛いもの好きだったから入れたら喜ぶかなって思って。サリーからも聞いたの。かしこまりました。お兄ちゃん、大丈夫？それじゃあ看護師さんにもう帰るように言われたから今日は帰るね。高村様、お大事に。
はい、天川でございます。高村様、もうよろしいのですか？いや、しかし。私が出る。もしもし、お姉さん。私が悪いの。ごめんなさい。大丈夫。大丈夫です。ちょっと休んでいればすぐに良くなりますから。大丈夫です。すみません。ご迷惑をおかけして。良かったです。長居するような場所じゃないですからね。ちょっと調子に乗って散歩しすぎちゃいました。僕、匠って言います。お兄さんは？じゃあ、僕の方が先輩ですね。はい。僕はここに来て、もう数日経ちますから。お兄さん、まだ入院してなきゃいけないんですか？そうなんだ。いいな。これですか？
お兄さん知ってるんですか？研究ですか？じゃあこの雑誌のスタッフみたいなことをやってるんですね。すごい、いいな。僕もそういう研究やってみたいです。これすごくマイナーで僕の周りに読んでる人っていなかったんですよ。そうですよね。嬉しいな。この雑誌の良さを分かってくれる人がいて。じゃあお兄さん、先月号のマチュピチュ討論会は読みましたか？この本周りの本屋じゃ売ってなくて、それに大きな本屋さんとか行ったことがないんです。だから僕続けて読んだことまだないんですよ。へえ、その前はそんな特集だったんですね。読みたかったな。本当？全部ってまさか。師匠。もう師匠と呼ばせてください。この本の創刊からの愛読者、加えてご自身も考古学研究者。これを師匠と呼ばずして何と言いましょうか。いえ、ぜひとも師匠と呼ばせてください。すごく面白かったです。
でも師匠、本当に顔色いいですよ。元気そうです。退院おめでとうございます。さあ、そうだといいんですけど。これ以上お姉ちゃんに迷惑かけたくないんですけどね。はい、わざわざ僕を環境のいいこの場所に連れてきてくれて。お姉ちゃんはね、すごいんです、師匠。僕がもっと小さかった頃にお父さんもお母さんも死んじゃって、それからずっと僕の面倒を見てきてくれたんです。僕、お父さんやお母さんの記憶は全然ないんですけど、お姉ちゃんはずっと楽しいことも面白いことも何もしないで、ずっと僕の面倒ばかり見てるんです。僕の具合が少しでも悪くなると、看護師さんからすぐにお姉ちゃんに伝わるようになってるんです。早く良くなってお姉ちゃんを安心させてあげたい。お姉ちゃんを自由にしてあげたい。師匠？はい、僕が言うのもなんですが、性格はいいし、それにとても美人なんですよ。師匠が見たら好きになっちゃうかもしれないですね。今すぐ自由にしてあげることはできないんですけど、代わりにこれを作ってるんです。あまり外に出たりできないんで、こういうものを作ってるんですけど、お姉ちゃん料理は上手なのに手先は不器用で。部屋に飾るのが嬉しいからって、僕少しでもお姉ちゃんに喜んでほしいから。はい、師匠、僕待ってます。
ご注文お決まりでしょうか？はい、高村先生、何やってるの？バイト。見ればわかるでしょ。ご注文どうぞ。この暑いのに？あんた正気？正気の人は夏に鍋焼きうどんなんて食べないと思うけど。まあそうだけど。なんで？ちなみにおすすめはこのチーズハンバーグセットでございます。何よ、せっかく勧めてあげてるのに。別に怒ってないけど、せっかく勧めてるのにって思っただけだし。変な客。まあ舞ちゃん、先生落ち着いて。日暮あかねです。はい。あかねちゃん、先生変なのよ。このクソ暑いのに鍋焼きうどんだってさ。メニューにあるからねえ先生。かしこまりました。んだ。鍋焼き入ります。
カズくん、さっきの話だけど、本当嬉しい。もうカズくんたら意地悪。お兄ちゃん。おかえりなさい。みょもう大丈夫なの？もう平気？よかった。お帰りなさいませ、高村様。ご無事で何よりです。お嬢様はずっと窓から様子を伺っておいでだったんです。先ほど慌てて外へ飛び出されていったので。それでお食事の方はどうなさいますか？さようですか。でしたら今日はもうお休みになられた方がいいかもしれませんね。
私。入っていい？本当にごめんね、お兄ちゃん。お料理のこと？だって、それはダメ。お兄ちゃん、ご飯食べたって言ってたけど、もしかしてリンデンバウム？リンデンバウムだよ。そこにね、私のお友達がアルバイトしてるの。日暮あかねちゃんって言うんだけど、そうそう、舞ちゃんもいるよ。バイトの方はもうちょっと前からやってたし、お兄ちゃんが来るちょっと前まではもう一人バイトの人いたんだけどね。そうそう。でね、今日ね、あかねちゃんから電話があって、お兄ちゃんが担任になったよって言われたんだよ、ちょうど。ちょっと悔しかったんだ。え？なんでって。それはまた別の話だよ。とにかくそうなの、羨ましいの。でもあかねちゃんはいいお友達。お兄ちゃん？お願い、お兄ちゃん。このことは黙ってて。あかねちゃんがカズくんと付き合ってるってこと、学校にも周りにも。本当に愛し合ってるの。本当に信頼し合ってるの。だから邪魔とか入ってほしくないの。お願い、お兄ちゃん、見逃してあげてね。
夫だよ。あの二人その辺のことよくわかってるからうまくやってるもん。でもいいなあ、あかねちゃん。好きな人と一緒にいられて。まあ一緒にいればいいって問題でもないけれど。なんでもない。お兄ちゃんの鈍感。なんでもない。じゃあ私寝るね。おやすみ。おはようございます、高村様。高村様、ご実家からお荷物が届いております。ああ、それはこの地域独特のシステムですね。風花学園は各地との連絡が頻繁らしく、郵便局も町の規模に比べると大きいのです。独自のシステムとして朝夕2度の配達がございます。で、高村様、朝食は和食と洋食がございますが。かしこまりました。おはようございます、お嬢様。あ、兄ちゃん、もう来てる。おはよう。
しに行こうと思ったのに。ちゃんと起きられて感心感心。お嬢様も朝ごはんの支度ができております。和食と洋食をご用意しておりますが。お兄ちゃんはどっちにしたの？じゃあ私も和食がいい。かしこまりました。お兄ちゃんどうしたの？そしたら食べられなかった方のアレンジされたものが夕食に出てくるんだよ。サギーは絶対にもったいないことはしないから。たまに勝手についてきちゃうんだよね。でも別に悪さしないし、授業の邪魔したこともないから問題ないと思うよ。ねえ、いい子にしてるもんね。にゃなんだかおじいちゃんみたい。それにしても、ねえお兄ちゃん、その手に持っているものは何？見せてもらってもいい？なんだか歴史の教科書に出てきそうな感じがするよね。これがお兄ちゃんの家の家宝なの？かっこいいね。触ってもいいかな？ごめんなさい。
今ビリビリって感じがして。静電気苦手。やっぱりもういいや。でも暑いね、お兄ちゃん。あ、何？お兄ちゃんはお兄ちゃんだよ。前だって先生だったけど、一度も先生なんて呼ばなかったよ。ちゃんなのに先生っぽくないし。先生か。じゃあ仕方ないからお兄ちゃん先生って呼ぶことにする。これならまあいいや。お兄ちゃん先生だよ。これ以上は認められません。そうじゃなかったらお兄ちゃんって呼ぶもん。美味しそうだよね。たまに食べてる人いるよ。みどり先生とかよく食べてるし。